はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私以前 AC の電圧を変えることができる中型のポータブル電源っていうのを使ってみたことあるんですけど、同じメーカーからいろいろパワーアップして日本専用仕様に特化した新しいモデルが発売するっていう情報をいただきまして、先行のサンプル機を最速で使わせていただけるということになりましたので、いろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や EPS 機能とかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。世界共通モデルっていうのはよく売ってる気がするんですけど、日本に特化したモデルっていうのはちょっと初耳ですね。で、今回測定してみるのがこれ、朝顔社製ポータブル電源 AS2000JP っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、容量が 1920W 時、定格出力が 2000W、アルファブースト使用時が 2800W で、最大瞬間出力が 5000W、バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、重放電サイクルは約2000回、これ容量 80% 維持で、70% 維持の時は3500回以上で、ソーラー発電入力が 500W、 重量が 20.5kg っていう風になってます。まず目につくのは最大瞬間出力 5000W。 通常は定格出力の2倍くらいが多いんですけど、こいつ 2.5 倍くらいあってちょっと余裕ですね。で、電力の底上げ機能も 2000W が 2800W まで上がるので、これも結構上げ幅大きいですね。で、ソーラー発電入力も 500W までいけるので、全体的にちょっと余裕を感じるスペックですね。それから重量、容量が 2000W 時に対して重量が約 20kg なので、 100W 時あたり約 1kg で、比較的重いリン酸鉄モデルにしては結構軽い部類かと思います。何はともあれ中身出してみますかね。で、中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに挿せる形になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、それからソーラー充電用のケーブル、片側 MC4 のコネクターですね。それから奥まったスイッチを押すための器具、そして最後に取扱説明書で、中身すべて日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、で、真ん中の上が残量パーセント、それでその下があと何時間使えるかの目安、そして右側が出力電力、周波数も出てますね。そして左側が入力電力っていう風になってます。そして画面の下に USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が3口、タイプ C 形状が2口ついてます。そして左上の方に行きますと、DC12V 系の出力がついてます。で、右の方に行くと、AC のコンセントが4口ついてます。そして左の方に行きますと、LED 照明がついてます。で、これボタンを押すたびに弱点灯、強点灯、SOS 点滅、オフの順に切り替わります。そして皆さんもうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれども、これよく見ると操作ボタンやコネクター部分の表示が全部日本語表記なんですね。これまで見てきたモデルほぼ全てが小さい英語の表記で、目を凝らしてよく見ないとわからなかったりするんですけども、こいつ比較的大きな文字で日本語で書かれているので、日本人には直感的に使いやすくていいですね。私も最近なぜか小さい文字が見えにくくなってきたので、こういう日本語で大きめに書いてくれているのは非常にありがたいですね。
で横見てみますと、はい、特に何もないんですけど、上の方にファンの通風口が開いてます。で次は裏側を見てみると、上側の方に入力ポートがついてます。でこれ左からソーラー&車載充電入力、それから AC100V 入力で、一番右が過負荷保護解除ボタンっていう風になってますね。それから下の方に行くと、はい、新設設計パート2、なんとクイックスタートガイド、簡単な使い方ですね。これが印刷されたシールが貼られています。で意外に取説って使ってるうちにどっか行っちゃったり、奥の方に直し込んだりしてしまいますので、いざ緊急時に使おうってなった時にちょっとまごまごしちゃうことが多いんですよね。その点こいつはここに要点が書かれてますので、いざ使いたい時に取説を探さなくてもすぐに使うことができます。意外に緊急時のことを考えられてますね。そして逆サイドの側面は、はい、さっきと同じで上にファンがあるだけです。で上側なんですけども、はい、真ん中のこのマーク、ワイヤレス充電に対応してます。そして両側に頑丈な持ち手がついてるので、これしっかり持つことできますね。で取っ手以外のところは完全にフラット設計になってますので、この取っ手の内側だったらなんかいろんなものを置けそうな気がしますね。そしてこれ銀色のボディでおしゃれだなと思ってたんですけど、触ってみるとこれアルミなんですね。で取っ手の部分だけ銀色のプラスチックなんですけど、それ以外の筐体の部分は全てアルミでできてます。でこれただおしゃれのために銀色になってるわけではなくて、災害時で急に停電した時も少しの光ですぐに分かるように、光が反射するように銀色になってるんですね。さっきの簡易説明が裏面に印刷されていることも含めて、かなり災害時の状況をシミュレートしたような設計になってますね。でこいつスマホに接続して状況確認や遠隔操作ができたりします。野外では直接スマホと接続しますけども、家にいる時とかは家の無線 LAN に接続して遠隔操作することもできます。で今事前に接続してるんですけど、この画面で接続する機器をタップします。で何が表示されてるのかと言いますと、あと何時間使えるかの残量、それから入力の状態、今何も充電されてないので下 0W になってます。で出力の方をタップすると、はい、これで何が何ワット使ってるかっていうのと、あとタップするとですね、ここで電源をオンオフすることもできます。で右下の設定ボタンを押しますと、かなりいろいろ設定できます。で一番上の項目は静音充電ってなってまして、これをオンにするとファンがほとんど回らないように制御されて、静かに充電することができるようになります。そしてここは AC の出力が 5W 以下だと電源をオフにするまでの時間、ここは充電スピード、充電電力を変更できる項目ですね。最大 1300W 入力できるので、その何%で充電するかっていうのを設定することができます。でこれ 1% 単位で設定できるので、かなり細かく設定できます。これで他の機器を使った瞬間にブレーカーが落ちるとか、そういうことを防止することができますね。でここは周波数を切り替えることができる項目、そしてここは出力電圧を変更できる項目ですね。そしてここが出力電力を底上げできるスイッチ、そしてこのファンっていうスイッチを押すと、なんかファンが回りましたね。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことは、つないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、はい、つきましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。
次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、これ最近買い替えたやつなんですけど、 LED 照明やタイマー機能、それから360度首振りを続けることができるっていう面白い機種ですね。ちなみにリモコンもついてます。でここに接続しますと、はい、充電されてるって感じになってますね。次は冷風扇、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 10W。まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと約 40W。まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと約 60W。 はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 170W。まだ余裕ありそうです。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して強で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1200W。 次につないでみるのは家庭用カーボンヒーター。では電源を入れてマックスで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1800W。 で次につないでみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、 200W、400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約 2000W。 ここら辺で定格ぴったりって感じですかね。すでに定格来ちゃってますけども、試しに 400W に切り替えて使ってみますと、まだ使えてるみたいですね。ではこの時の消費電力はと言いますと約 2200W。微妙に定格超えてますけどもまだ使えてますね。じゃあこいつの電源をちょっとあれ、はい、電源が落ちてしまいましたね。本体も A 新ブード電力がなくなってエラーメッセージ出てます。でこんな時はこいつのスーパー機能アルファブーストを使ってみます。設定方法はスマホでここのボタンを押してオンにするだけです。ではこの状態で再び 400W に切り替えてみますと、はい、今のところ問題なく動いてるようですけども、この時の消費電力どうなってるかと言いますと、はい、さっきは 2000W 超えて上がってってましたけども、はい、今は 2000W 程度に落ち着くように制御されてます。
というわけで、本来なら確実にオーバーして使えない電力の家電をつないでも、電力、この場合電圧ですかね、これを制御して使うことができるっていうことが分かりましたね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、そして強運転の超小型セラミックファンヒーター、そして400ワット駆動の小型カーボンヒーター、それからマックス運転の家庭用カーボンヒーターで、 USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと冷風扇。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。こんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば何かあっても安心ですかね。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンがフル回転している2000ワットで動いてるんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、約50デシベル。騒音レベルとしては家庭用エアコンの室外機直近または静かな事務所の中と同じ音量レベルっていう感じです。ちなみにファンの排気口がある方向からも測ってみたんですけども、ほぼ同じ数値っていう風になってますね。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。次はですね、100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。で、今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で、下の方に出ている60点ちょめちょめっていうのが周波数なので、今 60Hz が出力されてるって感じですね。次は周波数の切り替え方法ですね。で、先ほどのスマホのアプリから切り替えることできるんですけども、本体からも切り替えることできます。で、今は 60Hz で駆動してます。で、切り替え方法なんですけども、電源ボタンと AC ボタンを同時に長押しするだけですね。切り替わりましたかね。表示も 50Hz ってなっていて、で、オシロスコープの方を見ても、ちゃんと 50Hz に切り替わってますね。じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、ほぼ 100V ぴったり。というわけで日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。で、こいつAC の電圧を切り替える機能がついてます。
で今 100V 出力っていう風になってるんですけども、スマホからここを 110V に切り替えると、はいはい、電圧計の方もスルスル上がっていって 110V になりましたね。ちなみに下の方に 200V とか 240V とかありますけども、これまだアプリが正式リリース版ではないので、正式リリースされる時には修正されるらしいです。でこいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい。で今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、パッと見蛍光灯の方には変化なかったように見えますね。で今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されてます。それではここを拡大してみますと、はいはい、波形がおかしくなっているところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、はい、5.4 ミリ秒で切り替わったってことになってます。で取説には10ミリ秒以下で切り替わるって書いてあるので、ちゃんとスペック通りの性能が出てますね。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、デルタ X イコール4ミリ秒ってなってますので、先ほどとほぼ同じ速度で切り替わってますね。でこれ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので、気づいて反応する場合もありかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で使うのはこれ電力量計です。で電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 13.3V くらいで 35W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、1681ワット時使えたってことになってます。あれスペックの1920ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何%伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、88% 使えたってことになってます。世の中80から 90% っていう製品が多いので、88% っていうのはぼちぼちな数値かと思います。ただこれバッテリーの接続方法が 12V じゃなくて 48V ってなってるので、この場合途中で一旦変換ロスが入りますので、いつもの 12V 測定より不利な条件にはなってしまいます。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。でこいつ双方向インバーター方式ですので、超高速で充電することが可能らしいです。では早速充電するんですけども、
付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。で、約 260W 程度で安定してますけども、今静音モードがオンになってますね。せっかくなので最大電力で充電できるように切り替えておきます。はい、切り替えてしばらく経つとだいたい 1300W くらいで安定しましたかね。このまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、120分というわけでジャスト2時間で充電完了することできました。ちなみに 80% までの充電であれば約75分で到達しています。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 2.42kW 時でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で、実際何 W 消費しているのかと言いますと、本体では 190W、 電力量計では 194W っていう風になってます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、約9時間が経過したんですけども、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 1.7kW 時イコール 1700W 時使えたってことになってます。で、 12V からの変換効率を計算すると、はい、約 101%。 いやいや 100% 超えてんじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけども、これ高速充電モデルで 12V 系の変換効率が低くて 100V 系の変換効率がいい機種だとこういう結果が出てきます。というわけでこいつは 100V 系を使った方が効率がいい気がしますね。ちなみにスペックから AC100V への直接の変換効率を計算しますと約 89% で、この数値世の中70から 80% 台っていう製品が多いので 89% はかなりいい数値かと思います。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけれども、こいつかなり防災のことが考えられています。見つけやすくて頑丈なシルバーボディっていうのもいいですけど、表記が日本語っていうのもいいですよね。リン酸鉄バッテリーを搭載しているのにもかかわらず 100W 時あたりの重量が約 1kg っていう軽量なのもすごいですね。もちろん UPS 切り替え速度や実用量なんかもしっかりしてますね。というわけで長寿命で基本性能もしっかりしている防災用のポータブル電源が欲しいっていう人、あと何でもできる全部入り機種が欲しい人、日本語表記で分かりやすい機種が欲しいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。